こんにちは、新藤きみこです。今日はですね、こいつこの未生4年ぐらいの黒松の清酒をしたいと思っております。でこれはこうご覧の通りですね、ちょっとよくわからん形に今 なってるんですけど、こういう幹が実はひょろっと長くて、枝はですね先端の方にちょっとしかないんですよ。去年まではこれをなんとか潰してですね、樹高を低くしようとか、そういうふうに思ってやろうとしてたと思うんですけど、ちょっと思い直しまして、今回はこの木はですねひょろひょろ長い幹の部分を生かしてですね、逆に立てて、で昼間さん流のちょっと一曲厳しいところを作ると、そういうミニの盆栽をですね作ってみようかなと思っております。黒松の製紙は針金掛けはすごい大事なところだと思うんですけど、どういう受験にするかっていうのはやっぱ苗木の個性を見て決めた方がいいと思うんですよね。粘りの根の感じとかもそうですけど、根がよくできてるのは逆に根っこ見せるような作り方してもいいと思いますし、そうじゃない場合はなんとかね幹に遊びをつけて、弾みとかつけてそういう静止してもいいと思いますし、同じ樹齢でこういうのもあるんですけど、これはいろんなところに芽を持ってるので、これをぐっと潰してですね枝振ってちょっと太幹風の模様木っぽく作ってもいいのかなと、この木の場合はそう思うんですけど、これはもう途中で芽を吹く感じも、今のところないですし、これは立てちゃおうという感じですね。そういうことで撮影したいと思います。
でこれを、起こしていきます。でこの針金を巻いた、方向に少しひねるような感じで幹のこう曲がり具合、音とかをよく聞きながら少し起こしていきます。幹の部分はこう立ち上がりました。でこの部分をぐっと下げてですね、強く曲げた部分を作りたいと、昼間さん流ですね。昼間さん流って勝手に言っていいかちょっとわかんないんですけど、ここをぐっと曲げたいと思います。よし、はい、こんな感じでこう上がってギュッと下がってこと立ち上がるというような感じで、これから作っていこうと思います。はい、本当はここ曲がってるここのところに針金当たってないといけないんですけど、ちょっと、こういうこともあるかなと思いますが、こんな感じで、しっかり下げました。ちょっと昼間さんポイントですね。それでこれからの培養で気をつけることは、できるだけこれを太らせないということがね、大事かなと思います。太っちゃうとここの厳しいところが癒着してコブになっちゃって見た目がよろしくないので、鉢もできるだけ緩めずに、めっきりなんか毎年やらなくてもいいですけど、そういうことをやって太らせないような培養をするということが大事かなと思います。はい、こんな感じですね。はい、これから寒くなるんで、もちろん冬の保護は必須ということと、ラフィアはですね1年も経たずに結構ボロボロになってポロポロこぼれてくるんで、そしたらもう別になくても構わないので取っても良いという感じ。ただ針金は癖はですね、1年以上、かかるんで食い込んできたら外してまたかけ直して形をしっかり固めていくっていう感じになるかなと思います。はい、今日の作業は以上です。お疲れ様でした。頑張れ頑張れ。